こんにちは、バーケンです。今回も相続した土地にある砂山の移動作業を進めています。作業の様子を32倍速でお送りします。土砂がどんどん動いていく様子をご覧ください。画面の右側に土砂を集めていますが、ある程度まとまったらダンプトラックに乗せて運び出します。移動先はここから約400メートル離れた、同じく私が所有している別の土地です。そもそもなぜ水田にこんな大きな砂山があるのと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。実はこれ私が相続する前の話になるのですが、父がこの近くであった河川工事の際にこの水田の土砂を仮置き場として提供し、賃料を得ていた時期があったんです。本来であれば工事終了後に撤去されるはずだったのですが、父がこの砂は後で使うからここに置いてほしいと業者さんと話をつけて、そのままになってしまったという経緯があります。まさか撤去がこれほど大変だとは知らずに相続してしまいまして、そんな流れで今こうして自分で移動させているわけです。ちなみに今砂山を移動させているこの土地は作業が終わればまた水田として使える見込みです。一方、移動先の土地は残念ながらもう水田として使うのは難しそうな状況なんです。すぐ隣がゴミ焼却場という立地でもありますし、なので移動先としてここがベストだと考えました。この移動先の土地は本来は農地なのですが、現状では農地として活用するのは難しく、当面は雑草が生えないように管理していくつもりです。実はこの辺りは私の土地に限らず、石が多く混じる土壌のためか、耕作放棄地になっている場所が少なくありません。近隣にはかなり大規模なソーラーパネルが設置されている場所もあります。私も一時この移動先の土地にソーラーパネルを設置できないかと考え、地元の農業関係の方に相談してみたことがありました。しかしあまり良い反応ではなく、むしろ今後の土地の手続きに影響が出る可能性も示唆されました。ソーラーパネルの設置は地域によってはデリケートな問題でもあるようですし、私の最大の目的は不要な土地を整理して手放すことなので、その意向を組んでソーラーパネルの設置はきっぱり諦めることにしました。といろいろと経緯のあるこの移動先の土地なのですが、実は以前は全く違う使われ方をしていたんです。今少しだけ当時の様子をお見せしていますが、この大量の柵とコンテナ何だと思いますか？実はここでダチョウを飼育していたんです。というわけで様々な歴史のある土地で今はひたすら砂山を移動させているという状況です。それにしてもなぜそんな大変な作業を業者に頼まず自分でってやっぱり思いますよね。先ほどもお話ししたように、業者さんにお願いすると費用が100万円以上かかると予想されたというのも大きいのですが、実はもう一つ切実な理由がありまして、この砂山のある水田を引き取っていただく条件として、2024年の12月末までにこの砂山を完全に移動させることというかなり厳しい期限が設けられていたんです。正直なところ業者さんに頼む費用はどうしても用意できなかった上に、この期限もどんどん迫ってきていました。となるともう自分でやるしかないという状況だったわけです。なので昨年春に初めてユンボとダンプの運転を覚えて、失敗しながらもなんとかこの期限に間に合わせようと、ご覧の雨の中必死で作業を進めているというリアルな現状です。現在の砂山の状況はこんな感じです。だいぶ減ってきましたね。ゴールも見えてきたでしょうか。そしてこの今作業している水田ですが、作業が完了した暁には0円でお譲りする予定です。なぜ0円なのか、その詳しい理由や背景などはまた改めて別の動画でお話ししたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。